女の子に裏技を聞いたの。あれ置物かなってぐらい動かないんだけど、これを見せるだけで、はい、500g のパスタが 0.49 から通れない。ほらすっごい山積みの、はい、誰かの家みたいな感じ。店員さん多分埋もれてます。はい、皆さんおはようございます。今現在私はですね、コソボという国の首都プリシティナというところにいます。2日前にね、私は北マケドニアという国からこちらのね、コソボの首都プリシティナにやってきました。で、今現在ね、私は縁がありまして、こっちに住んでる在住の女の子の家にね、ホームステイとして泊まらせていただいていて、昨日はね、その子と1日街を散策していろいろなスポットを教えてもらいました。はい、野良犬もいます。こんな感じで、耳にパッチとかは特にしてないので、ワクチンは打ってなさそうですね。首輪もしてないので多分野良だと思います。はい、あちらにはなんかおーっと犬と一緒に戯れている鳩がいるというような感じで、はい。でね、コソボという国はどんな国かと言いますと、バルカン半島の中央部に位置していて、セルビア、北マケドニア、アルバニア、モンテネグロの4つの国にね囲まれている内陸部になります。でね、コソボは結構ね標高が高いので結構寒い、マイナス4度です今で。コソボはね、日本人の方は90日以内の滞在であればビザは必要ないです。で、国土面積が10908平方キロメートルで、だいたいね岐阜県と同じぐらいの大きさになるみたいです。で、コソボの人口は約156万人で、ここの首都のねプリシティナは60万人いるみたいです。で、面白いんだけどね、ここのコソボ人口の 75% が30歳以下っていう感じで、若者国家として知られています。ここに住んでる人たちはね、9割の人がアルバニア人で、残りの人がセルビア人っていうような感じです。なんで、言語はアルバニア語が主流なんですが、セルビア語も話す人がいるみたいで、通貨なんだけど、通貨はこっちはね、コソボはユーロ加盟国ではないんですが、ユーロを採用しています。で、今現在ね、2025年1月のレートが1ユーロあたり162円でした。で、日本との時差がマイナス8時間っていうような感じで、日本よりも8時間遅れています。で、コソボの物価はやっぱり日本より物価は安いと言われてるんですが、昨日バーに行ってワインが1杯あたり3ユーロぐらい、普通のカフェに行くとね、アメリカーノが2ユーロで、ちょっとしたねスイーツみたいなものが3ユーロで売ってたりとかします。体感アルバニアと北マケドニアと同じぐらいかなって感じ。コソボはね、長年ユーゴスラビアとかセルビアから経済的な援助を受けていて、そっちに依存していたので、そこまでね物価はまだ、高くないかなって思います。で、治安に関してなんだけど、体感ねそんなに危険だなっていうイメージはなくて、安定してて落ち着いてるなっていう印象です。なんだけど、コソボとセルビアの国境付近になるとやっぱりちょっと治安がねあんまり良くないみたいです。バルカン半島を回る方に向けて注意点としては、セルビアからコソボに来ることはできるんだけど、コソボからセルビアに行くっていうことはできないので、そこだけ注意点として挙げときます。で、コソボのね歴史的背景をお話ししますと、コソボはかつてユーゴスラビアの一部として存在し、1999年代には民族間の対立が過激化して、コソボ紛争が勃発したみたいです。で、その紛争では多くの人が犠牲となって NATO に介入しました。2008年2月17日にね、コソボはセルビアからの独立を宣言したんですが、未だにセルビアやロシア、中国はここのね独立を認めていません。現在113のね国連加盟国がコソボの独立を承認しているんですが、国連にはまだ未加盟という感じで、ちなみに日本はねコソボを国家承認しています。はい、さらっとね、コソボについて説明するとこのような感じになってます。それでは今回コソボプリシティナ編スタートです。で、皆さん、何かにお気づきではないでしょうか。今までね、私は、ピンマイクを使って音声を拾っていたんですが、私 GoPro につけてる、モジュラーが連日の雪とかの影響でちょっと壊れちゃったんだよね。なんでマイクが使えなくなりました。ということで、私はね GoPro 本体のマイクを使ってるというような感じで、いつもとねちょっと違う風に聞こえてると思うんですが、ごめんなさい。声を張ってね説明していきたいと思います。で、ここからね、歩いて40分ぐらいのところにオールドバザールがあるんですね。で、昨日ねさらっと、その女の子と一緒に案内してもらって結構面白い感じだったので、今からねそこにバスで向かいたいと思います。で、周辺ね、今はまだ中心地ではないんですが、このような感じで、道路は普通に舗装されていて広くて、車はねすごい結構ねいろんな道で大渋滞っていうような感じでね、交通量がねコソボは多いです。はい、今歩いていたらねちょっと大きめのスーパー見つけたので、ここで、物価調査したいと思います。外にある、このような水、10リッターの水が 1.35 ユーロで売ってます。なんですが、コソボはね水道水を飲むことができるので、別にね買わなくてもいいかなっていうような印象です。はい、皆さん大好きコーラがね、0.69 で売ってますね。
はい、500g のパスタが 0.49 から、だいたい1ユーロ前後で買えるかなっていうようなイメージです。お米が 500g で 1.65 ユーロで売ってます。1.29 ユーロから6ユーロぐらいの幅でねシャンプーが売ってます。ニベア缶が 3.55 ユーロです。はい、こっちの卵はね10ピース10個入りで 2.59 ユーロで売ってます。シリアルはだいたい3ユーロから5ユーロぐらいの幅で売ってます。はい、もうどこにでも売ってるドリトス 1.25 ユーロで売ってます。1リッターの牛乳が1ユーロ前後で売っています。1リッターのね 100% ジュースみたいなものが 2.29 ユーロ一律で売ってたりとか、一番安いやつだとねリンゴジュース 1.55 ユーロとか 1.29 ユーロでも売ってます。だいたい2ユーロ3ユーロぐらいで、生理用品系は売ってます。はい、物価紹介するとねこのような感じでした。北マケドニアとね同じくらいかなっていうような印象でした。コソボのスーパーマーケットではねクレジットカード払いができるので、現金ね使いたくない方は、安心してください。はい、これから使えます。はい、これね街中の普通のコンビニなんですが、この紫のボトル、これ昨日ね何だろうと思って女の子に聞いてみたの。そしたらねこれ紫キャベツから取った食物繊維の飲み物らしい。これ飲むとなんかお腹が良くなるよっていう感じで言ってました。はい、コソボなんですが、ここにねビル・クリントンの像があります。コソボの独立に大きく関わったのがビル・クリントンだったみたいで、このような感じで、はい、飾られているんです。すごい今あそこ事故った。すごい音して事故りました。はい、基本的に横断歩道とかあんまりないので、こういう感じで、はい、車の様子を伺って、渡るというような道が多いです。私ね昨日今泊まらせてもらってる女の子に裏技を聞いたの。何かというと、こっちってね1乗車あたり 0.5 ユーロ50セントで乗れるんですね、バス公共機関を。そのバスなんだけど24時間券っていうのが存在するんですよ。で24時間券は 0.8 ユーロ80セントで、購入できるので、まずバスに乗ります。そしたら、なんか料金ねくださいみたいな人が来るんです。その人に24時間券くださいって言えば券を発行してくれるので、それで80セント払って終わりっていうような感じで、もしね24時間以内に2回以上バスに乗りようなんていう方がいるなら、その券を手に入れた方がいいかなと思います。これねネット情報とか見たけど全然載ってなかったのでおすすめします。はい、私はね昨日それで購入したやつがあるので、その券をねまだ持ってるので、それ見せるだけで24時間以内乗れるっていうような感じになります。レシートみたいなこの紙、これを見せるだけで、普通にスルーでした。はい、こっちの信号は結構定位置にあります。はい、青なので渡らせてください。コソボはね多くの通りにねなんかインドのような、コソボのインド人です、あれ多分。向こうには家具屋さんがあったりだとか、こっちは薬局ですね。薬局はすごい頻度でねいろんなところに出てくる。で多分こっちは、若者国家っていうだけあって、若者向けのお洋服屋さんが結構多くてね、見てて面白いです。見てる感じねそんなになんか若者が飛び抜けてめちゃめちゃ多いっていう印象はないんですが、なんかやっぱ 75% がね、若者30歳以下みたいです。はい、ここにはこういう感じでお肉屋さんがあります。でこれがね多分アルバニアの伝統服になりますね。コソボはねさっきも言ったように 90% がアルバニア人なので、至る所にねアルバニアの国旗があります。これ1個で服50ユーロ、子供のやつがすごい。なんかほら子供なのにひげ生やしてんの、ひげ生えてます。はい、オレンジはね1キロあたり1ユーロ、みかんは75セントっていう感じで売ってます。こういう感じでね、果物屋さんもあります。80セントでキウイ、2ユーロでイチゴっていうような感じで、多分ここが、パック1パックの値段だと思います。すごい、このネットで1ユーロなのかな。じゃがいもが売ってます。ここにはお魚が売ってます。何のお魚なのか分かんないですが、冷凍のねお魚とお肉が売ってます。値段は特に書いてないので分かりません。はい、卵はね30個入りで 3.7 ユーロで売ってますね。すごい、これ全部卵屋さん、すごい。はい、向こうにはね私あんまり興味ないんですが、時計屋さんが売ってたりとかしますね。I'm good. You? From Japan. Yeah, thank you. はい、ひまわりの種、かぼちゃの種でしょうか。はい、値段は特にないですが、いろんなねナッツだとか、種が売ってます。はい、こっちはサンダル屋さん。ここ値段書いてある。よくわかんないキヌアのような豆が5ユーロ。ひまわりの種10ユーロで売ってますね。
北マケドニアとかアルバニアに比べたらオリーブはそこまで盛んではないみたいですが、こっちも一応ね5ユーロ7ユーロでオリーブが売ってます。ここ多分チャイじゃないかな。 6.5 ユーロでチャイが売ってます。ここは多分スパイスですね。 0.5 ユーロぐらいからスパイスは売ってるみたい。あ、多分ここハニーですね。1個あたり12ユーロでここも売ってますね。上にはねピスタチオのペースト状のものが売ってたりとかします。あ、ここトルキッシュチャイの、はい、カップです。トルコで見なかったぐらいここめっちゃおしゃれなチャイダーヌクが揃ってます。で唐辛子の干し物が、はい、ここら辺にはさらーっと。この大きいピーナッツが3ユーロで売ってますね。はい、まあ、メンズ用のソックスとかね、おパンティーなんかも売ってますよ。ここら辺は本当に年齢層が高めですね。やっぱオールドバザールに若者はあんま来ないんでしょうか。私はやっぱりこういうところに惹かれてしまいます。木の紫キャベツ、なんか東南アジアのバザールみたいな感じがして楽しい。何のリモコンですかっていうリモコンが売ってたりとか、手袋あるので、ちょっと後でね見てみたいと思います。ケーブルだとか、変電プラグだとか爪切りだとか財布とか、カミソリでしょうか、電動カミソリとかドライヤー、そういったものが売っています。ちょっとあそこに古着っぽいものが見えてきました。すごい、ここのお店とかめちゃめちゃ大丈夫みたいな。こういう家よくありそうだけどちょっとやばい家みたいな。ここら辺全部ね古着屋さんみたいな感じになっています。ここら辺すごい全部ほら山積み。これ私の家じゃないですよ皆さん。これね奥まで全部続いてんの、中まで。すごい。これどうやって行くのこれ。通れない。ほらすっごい山積みの、はい、誰かの家みたいな感じ。店員さんどこにいんのみたいな。店員さんいないんだけどどっかに埋もれてんのかな。店員さん多分埋もれてます。はい、はい、ここら辺もすごいいろんなねシューズとかがありますね。はい、誰が履いたのっていう靴が、誰が履いたんですか靴がありまして、ちょっとね砂ぼこりチックなメガネとか、はい、バッグとかもあります。大丈夫かなっていう赤ちゃんがいたりとか、すごい、ここにはね大きなワンちゃんがいました。はい、これもノラですね。かわいい、めっちゃ。はい、今ここのお店でねこれ2ユーロで購入しました。これとりあえず今つけます。はいはい、今ね手袋つけました。あったかい、本当はね私北マケドニアだったかなで買ったんだけどなくしちゃったんだよね。今新しいの買った。なんかこの白いなんか縫い目みたいなの気になるけどとりあえずこれ買いました。で今ねアザーンが鳴ってます。こっちはねさっき言うの忘れたんですがイスラム教徒の方が多いんですね。はい、なので今アザーン鳴ってます。はい、今ねちょっとした広場まで10分ぐらい歩いて向かってるんですが、大きな、高いミナレットを持ったモスクも出てきました。このような感じでモスクもあります。はいはい、今ね10分ぐらいさっきのバザールから歩いて広場みたいなところに来ました。で目の前には今こういう感じでねアルバニアでも私見ましたがスカンデルベクさんがねここにいます。1405年から1468年の間にねオスマントルコを撃退したと。アルバニアの英雄スカンデルベクさんがここにもいます。あれ置物かなってぐらい動かないんだけど、そんなことある？寝てる？あ、動いた。かわいい。まあでもパッチしてるからちょっと触っちゃう。よしかわいい。寒いよね。バイバイ。まあああいう感じで、こっちにはね野良犬なんかも多いです。なんか嫌なことあったんですか？大丈夫かな？コソボの銅像はふてくされています。で、画面右側今ね、はい、この画面中央にはねウクライナの国旗があります。昨日ね夜ここ通ったんだけど夜はね結構目の前のメリーゴーランドがキラキラしてたりとかっていう感じで活気づいてたんですが、まあ、寒いマイナス6度で、やっぱ人は日中やっぱ寒いからか分かんないけど少ないですね。はい、ここコンビニなんですがこの寒い中でもね、はい、こういうアイスも売ってます。ただ寒いので今食べる気はしないですが、ここ最近の、コンビニではねアイス見かけることがなかったのでなんか久々に見たなと思って、ニット帽はね3ユーロぐらいでこのような感じで売ってますね。はい、ここにもどっかで見たぞっていうお靴屋さんが並んでます。で多分こっちはねワインが結構有名なのでこのような感じでワインセラーワインショップなんかもねここら辺多いです。こっちのワインもすごい美味しかった。コソボのワインも。はい、ここにはね、カトリック大聖堂が出てきました。結構大きめで白を基調としてなんかすごいシンプルな作りのなんか時計塔みたいなのが2つある教会です。
続いてね、現在私がやってきたのは国立大学図書館です。昨日ね、今泊まらせてもらってる女の子がこのね、国立大学に通ってる方で、近くに国立大学図書館があって、そこにね昨日お邪魔させてもらったんですよ。そしたらね結構面白かったから、そこもねちらっと皆さんに、今日ご紹介したいと思います。ここの中はね特になんか見どころみたいなものはないんだけど、結構ね面白かったので、コソボの図書館ってこんな感じなんだよっていうのをね見せたいと思います。はい、ちなみにねこの図書館の前にね、コソボの国旗、アルバニアの国旗、アメリカの国旗、ユーロ国の国旗があるんですが、コソボの国旗についてね説明してなかったので説明します。ちょっと全然なびいてないからね、ボン。はい、こんな感じなんですが、コソボの国旗はね2008年2月17日に独立を宣言した際に制定されたんですが、青い背景は平和と自由を象徴しているんですね。で、中央の黄色い地図は国土を表しているみたいです。で、このね国旗の、6つの星があると思うんですが、白い星、これはねコソボに住む主要な民族を表していて、その主要民族っていうのは、アルバニア人、セルビア人、トルコ人、ロマ人、ゴラ人、ボシュニャック人っていう6つのね民族を表しているみたいです。国旗のデザインはユーロとの協調を反映しており、色彩にはそれぞれの特別な意味があるということが分かりますね。コソボってこんな形してるんだ、すごい分かりやすい国旗です。とりあえずねここの館内入っていきたいと思います。もちろん図書館なのでちょっと静かめに行きたいと思います。ですごいよねこの外観。昨日さその女の子にさ牢屋みたいだねとか言っちゃったんだけどさ、大丈夫だったかな。昨日ここ入れたんだけどな。あれれれれれ、昨日入れたのに自習室がすごい面白かったの。自習室に入ろうと思って、入ったのに自習室今日空いてなかった。多分土曜日だから、はい、残念。結構ね観光客の方なんかも来るのかな、わかんないんだけど、一応ね入れるので興味ある方はね聞いて入ってみてください。すごいね面白かったので、伝統的な感じで、はいはい。こんな感じでね、コソボはね、ここっていう観光スポットがないんですね。ただその街並みだとか、どんな人がいて、どんな街並みですよっていうのを皆さんに伝えたくて、この動画を回しました。コソボ、こんな感じの街です。セルビアから2008年に独立して、そんなに間もない若い国という感じで知られています。周辺にね、いろんな、高いビル、高層ビルなんかが建てたりとかして、意外とね、発展してるなという感じでした。ただね、観光スポットっていうのが観光地化されてない分少ないんですが、これからねどんどん発展していくといいなと願っています。今日ね私は、ここのコソボからモンテネグロに行くんですね。19時のバスでモンテネグロに行きたいと思います。それではまた。はい、今現在の時刻がね6時半です。私のバスはね、19時発のバスなので、このバス停で30分待って、モンテネグロに行ってきます。バスはねこのような感じで、片方は、国際バス、片方はローカルバスっていう感じで分かれてるみたいなんで、すごいシンプルなんでね、コソボのバス停はすごい分かりやすいです。私のね今回お願いしたところはバリレバーツーリストみたいなところだったんで、これですね、はい、プリスティナからコトル駅のやつに乗れば、今回ね私は、ブドゥバというところに行くんですが、そこに行けます。はい、今ねこのバスに入りました。で、久々にめちゃめちゃ広い。いつもねだいたい長距離バス最近乗るってなっても1列2列の3列席が多かったんですが、2列2列って感じで、ここにね結構な余白もあります。びっくり、誰もいないんだもん。とりあえずねコソボはねめちゃめちゃ楽しかったです。動画で収めきれないようなところでね結構楽しんでたので、動画ではもう最低限こういう街ですよっていうのを伝える感じになってしまったんですが、たくさんの魅力がある国でした。はい、とりあえずねモンテネグロに行ってきます。コソボお邪魔しました。今現
現在ねコソボからねモンテネグロに入国してきました。今現在の時刻がね、夜中の2時です。でバスはねすごい快適だったんだけど、まあうるさかったことでね全然寝れませんでした。最近のバスは全然寝れませんね。まあそんな感じでね、今回の動画はねコソボ編なのでここら辺で切ろうと思います。少しでもねコソボ編いいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の国でお会いしましょう。またね。